どうもこんにちは。ホビーチャンネルむさしです。ボディの塗装と研ぎ出しを行っていきます。ボディに黒のサーフェイサーを塗っています。サーフェイサーが十分に乾いたらパネルラインに筋彫りをしていきます。一通り筋彫りが完了したら紙やすりでサーフェイサーを剥がしていきます。せっかく塗ったサーフェイサーを剥がしてしまうので一見無駄な作業に見えますが、ボディの引けや歪みを見逃さずに平らにできる方法です。引けや歪みがあるところでは黒いサーフェイサーが剥がしきれずに残ります。そこをさらにサーフェイサーが消えるまで紙やすりで削ることによって表面を平らにします。パーツの端の部分はやりすぎると角が丸くなってしまいます。パーツのエッジが丸くなってしまうと完成後におもちゃっぽくなってしまうので絶対に丸くしてはなりません。私は車のプラモデル以外ではサーフェイサーを使用したことがありません。車のプラモデルでは光が反射するまで表面を研ぎ出しますが、表面にわずかな歪みがあると光の反射も歪んでしまいます。このわずかな歪みをなくすためにサーフェイサーを使用しています。ガソリン給油口の蓋をプラ板で作り直しています。これは給油口のモールドが歪んでいたためにやってみたのですが、あまり効果はありませんでした。モールドを彫り直した方が早かったと思います。続いて下地になるピンクのサーフェイサーを拭いていきます。上に赤を塗る時の下地はピンクのサーフェイサーの方が発色が良くなるようです。ボディ色を塗っていきます。使用している塗料はクレオスのハーマンレッドになります。まずボディの縁や奥まった部分から拭いていきます。こうしておくと全体を拭いた時に縁や奥まったところに塗料がたまりにくくなります。縁の塗装が終わったら全体に砂拭きをした後、乾燥を挟んで2回重ね塗りをしました。クリアの塗装になります。クリアの塗装は赤の塗装が終わった後、2週間ほど十分に乾燥させてから行っています。ク
クリアは3回重ね塗りをしました。赤の後に研ぎ出しを行いませんでしたが、サーフェイサーか赤の塗装の後に一度軽く研ぎ出した方が良かったようです。パーツの縁エッジ部分に垂れた塗料が厚くなっているところがあり、この後クリアの研ぎ出しで苦労することになります。塗装の厚みからくる光の反射の歪みを消そうと、縁の研ぎ出しをしつこく行ったら赤の塗装面まで削り込んでしまい、サーフェイサー層が出てしまったところがあります。これはサーフェイサーの時点で縁に溜まったものが盛り上がってしまっていたからだと思われます。このような失敗があるので、サーフェイサー後に研ぎ出しを行い、パーツの面を出しておいた方が良いようです。ボディ色の塗装の後も塗料が垂れたり縁に溜まって塗膜が厚くなっているようなところがあれば、その都度研ぎ出しを行った方が良いようです。このような研ぎ出しを行う時でも塗料が十分乾燥した後に行うようにしてください。十分に乾燥していないときれいに研ぎ出せたと思っても、塗料がさらに収縮して表面がデコボコになってしまいます。少なくとも3日は乾燥させた後でないとダメなようで、できれば2週間は乾燥させた方が良いようです。クリア塗装後2週間乾燥させた後の状態になります。ここからクリア層の研ぎ出しを行っていきます。ラプロスの6000番と8000番を使い、表面を平滑にしていきます。6000番で全体を削り、8000番で整えていきます。表面の状態を見ながら8000番で消えない傷には6000番に戻り、気が済むまで整えていきます。エッジは削れやすく、クリア層を突き抜けすぐに下地が出てしまうので、削りすぎないように細心の注意を払います。傷が消えたらコンパウンドで磨きをかけていきます。使っているのはタミヤコンパウンドの細めです。細めのコンパウンドもエッジは磨きすぎると下地が出てしまうので注意が必要です。細めのコンパウンドで一通り磨けたらタミヤコンパウンド仕上げ目で磨いていきます。
コンパウンドを変えるときには一度水で全体を洗い流しています。ここまで来れば下地が出てしまうことはまずないので、気が済むまで磨いていきます。今回車の研ぎ出しを初めて本気で行いましたが、下地の処理とボディ色の塗装がこんなに難しいとは思っていませんでした。鏡面仕上げといってもクリア層を厚めに重ねて表面だけ平滑にすれば良いものだと思っていたのですが、サーフェイサーの層から表面をきれいにしておかないときれいな光の反射が得られないと知りました。カーモデルをきれいに仕上げるのはなかなか奥が深そうです。この動画での制作は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。引き続きボディの組み立てを上げていきますので、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。また高く評価ボタンを押していただけると制作の励みになりますのでよろしくお願いします。